おはようございます。僕は今博多港に来ています。今回どこに行くかというと、対馬に2泊3日で行っていきたいと思います。対馬は長崎県に属している島で、南北82キロの日本で4番目に大きい島です。九州と朝鮮半島の間に位置していて、古くから貿易や交流の地として知られています。対馬に行く方法はいくつか手段があるんですが、福岡経由で行くのが便利で、今回はその中でも九州優先のフェリーで向かいます。ゴースト・オブ・対馬の舞台にもなっているので、めちゃくちゃ楽しみです。それでは早速チケットを買いに行きます。九州優先のフェリーは事前予約が不要なので、窓口で手続きをします。最初にこちらの乗船申込書に記帳してからチケットを購入します。今回乗るのは0時5分博多発のフェリー筑紫です。博多港の国内航路は九州優先の壱岐・対馬の他に野茂商船の五島行きのフェリーもあります。はい、パネルです。回収いたします。はい、パネル決まった。無事に博多港を出発しました。もうすでに眠いので寝たいと思います。1枚50円で毛布を借りることができるんですが、床のカーペットが固めなので2枚借りてサンドイッチ状態で寝るのがおすすめです。フェリーのエンジン音と照明の明るさが気になる人は耳栓とアイマスクを持ってくると便利です。対馬の伊豆原港に到着しました。こちらのフェリー筑紫に乗って、やってきました。4時45分に着いてレンタカーを借りて、来ました。さすがにまだ5時台なので早すぎるだろうって思うと思うんですけど、朝日を見に行こうと思います。伊佐リビ公園というところに行きます。伊佐リビ公園に到着しました。いやー、絶景。今まだ6時ぐらいなんですが、もうあそこまで登ってます。最高に気持ちがいい朝日で対馬の1日目がスタートしました。伊佐リビ公園では景色を見ながら足湯を楽しむこともできます。ボイラーが故障中なので今は使えないみたいですね。伊佐リビ公園は東海岸沿いなので、水平線上に昇る美しい朝日を見ることができます。また伊佐リビ公園という名前の通り、夜になると真っ暗な海にきらめくイカ釣り漁船の伊佐リビを望むことができるそうです。確かに一面の海で明かりがないから、伊佐リビがすごく際立って見えるんでしょうね。夜も来てみたいな。およそ200メートル先、目的地です。はい。どういうことこれ。姫神山砲台跡は集落の奥地にあり、Google マップやカーナビでは途中でナビが終わってしまいます。
そこから先は軽自動車でも離合できないほど細い道を進むことになり、対向車が来ないことを祈りながら進みました。姫神山砲台跡の駐車場のところに来ました。山道がなかなか運転するのが怖くてスリルがありました。いやでもすでにもう絶景ですね。今朝一なのでこの静かな感じが神聖な感じしますね。駐車場に停めた後は500メートルほどの山道を歩いていきます。姫神山砲台跡に到着しました。来ないとわからないような神聖な空気感が漂っています。いやすごいなこれ。姫神山砲台跡は日露戦争に備えて築かれた赤レンガと砂岩でできた建物です。アーチ状の建物は生息掩蔽部と呼ばれていて、兵士たちの生活や身を守る場所として機能していました。5つのうち4つが内部で接続され、レンガの壁には漆喰が塗られています。保存状態もいいですよね、普通に。さらに上に進むと3基の砲座に弾薬庫が併設されています。この2台の砲座の跡が3つ分ある。かつてはこの場所に写真のような28センチ榴弾砲が6門備え付けられていたそうです。歴史を感じますね。左手には指令室があり、階段を上ると観測所があります。かつては写真のような鉄製の屋根に覆われており、丸く穴が開いたところは生息掩蔽部とつながっていて、通気口や電線管の役割を果たしていたと考えられます。こういったなんか歴史ある史跡が自然と調和している様子が本当にラピュタの世界観みたいな、めちゃくちゃ神聖で、来るのはちょっとスリルがありますけど、来る価値がある場所ですね。今僕は金田城跡の登山口に到着しました。これから、頂上に向けて登っていくんですが、登山口までは車で行くことができるんですが、駐車スペースがそこまであるわけじゃないので気をつけた方がいいですね。こういったガイドの杖も用意してくれてますね。これが登山口の入り口です。さてどのくらいかかるかな。いざ入山。ヤマップのアプリで登り始めました。ルートとか時間も計測できるので便利ですね。金田城の歴史を少し振り返ります。飛鳥時代、日本は友好国だった百済が新羅に滅ぼされたことで、新羅を倒すために朝鮮半島に兵を送りました。ところが新羅は唐と同盟を結んでおり、日本は敗北してしまいます。この敗戦をきっかけに国内の整備に力を注ぐようになると、国境の最前線である対馬に金田城が築城され、先森たちが防衛に当たりました。それから1200年後の日露戦争前夜になると、再び要塞として整備され、砲台や弾薬庫などが据え付けられました。つまり金田城は飛鳥時代と明治時代の歴史が共存するとても珍しい史跡なんです。金田城といえばゴースト・オブ・対馬でもかなり印象的な場所として使われてましたね。主人公の酒井仁が捕虜として捕まったおじさんを助けるために向かうんですが、橋の上で藩に返り討ちにされてしまうんですよね。でそこから物語が始まっていくっていう、とても序盤の印象的なポイントとしても有名なところだったので、これってすごい嬉しいです。ゲーム内では金田城っていうか、昔の名前の彼方の木っていう風に呼ばれてましたね、確か。
おお、すごい。いやー、開けてきた。今こういう道を登ってきたんですが、登ってきたらこういう素晴らしい景色が広がっています。いやー、これはすごいな。もうここまででも来る価値あったよ。羽田城壁の石垣にやってきました。この石類越しの湾があってモコモコした緑があるのも素晴らしいね。こんにちは。でも気持ちがいいですね。天気も良くて。山頂行ったら小学校見れる。そうですよね。ありがとうございます。頑張ります。山頂に向かう途中の分岐点のところがあるんですけど、そこに休憩所があって、もう先に登ってる方が休まれてましたね。引き続き山頂に向けて登っていきます。あとどんくらいだろうかな。春の登山は本当に気持ちがいいですね。頂上まで徒歩10分のところまでやってきました。さあ、あと一踏ん張り頑張っていきます。頂上付近に到着しましたね。山頂はどうやって行くんだ。これかな。よっいしょ。おっとっと、もう一踏ん張り。いやー、しんど。来た。登山口から山頂までちょうど1時間程度で登ってきました。いやー、登った甲斐しかありません。うわー、すげえ。最後の方は結構登るの大変ですけど、登る甲斐は間違いなくあります。登山口に帰ってきました。いや、楽しかったです。ちょうど2時間ですね。往復で2時間の登山になりました。登山口をちょっと下ったところにはトイレもあるので、登る前に利用できる人は利用してください。金田城の登山でかなり歩いてお腹空いたので、今からお昼ご飯を食べに行きます。対馬のジビエ料理が食べられるイノシカ町さんにやってきました。イノシシの焼肉をいただきました。豚肉に近いんですが、全く臭みがなくて、油もしつこさがなくてさっぱりとしていながら、肉の濃い味わいが楽しめてとても美味しかったです。ゴースト・オブ・ツシマのグッズが売ってますね。観光センターで対馬の銘菓かす巻きを買いました。こんな感じの断面が、あんがぎっしり詰まってますね。どら焼きみたいだね。このお菓子は江戸時代に藩主が献上するために作られた祝いのお菓子だそうです。それが現代まで受け継がれて、対馬の銘菓になってるみたいですね。この新しい立派な建物は新しくできた対馬博物館らしいんですが、今日は休館日なので入れませんでした。金石城跡の史跡にやってきました。
旧金井市場庭園にやってきたんですが、残念ながら庭園日です。万象院は古くから対馬を治めていた宗家の先祖代々のお墓があるお寺で、日本三大墓地の一つとも言われています。本堂は火災によって建て替えられましたが、本堂前にある赤い色が特徴の三門と仁王像は当時の姿のまま残されています。薬丸万象院にやってきました。この両側に灯籠が並んだ石段はゴースト・オブ・ツシマにも出てきていて、かなり印象的だったのですごく覚えてます。百雁木と呼ばれる132段の石段を登ると、宗家一族の墓所であるお玉屋があります。墓所の手前には対馬一の樹齢を誇る樹齢1200年の大杉があり、墓所全体が荘厳な雰囲気を感じさせる場所でした。対馬藩のお船絵跡に着きました。こちらは対馬藩の船を係留していたドックのような機能をしていた場所です。干潮時には今見えているように干上がるように設計されていて、船底の補修も簡単にできるような構造になっています。本当にその入り江から入ってきて、そこの船着き場に入って船大工たちが作業したんだなっていうのが想像できるぐらい保存状態がよく残ってますね。元寇の舞台としても有名な菰田浜神社にやってきました。菰田浜神社は鎌倉時代の武将で対馬の当主である宗助国らを祀った神社です。元寇における蒙古軍の対馬侵攻では、3万人の軍勢に対し助国らは80騎を率いて対馬を守るために戦いました。しかしその全員が討ち死にしてしまいます。毎年11月には大祭が行われ、武者行列や海に向かって弓やかぶら矢を放つ儀式が行われています。ゴースト・オブ・ツシマのゲームでもオープニングの舞台がこの菰田浜で、蒙古の襲来が描かれてるんですけど、その壮絶さを感じさせないぐらいなんとも穏やかな浜ですね。主人公のジンがゲームの中の有名なセリフで「誉れは浜で死にました!」っていうシーンがあるんですけど、もうその浜の舞台がこの菰田浜です。こんな穏やかで落ち着いた浜の隣にはものすごいモコモコした山があるっていうのも対馬ならではの地形っていう感じですかね。この水平線の向こう側から900隻の船が襲ってきたって考えるとめちゃくちゃ恐ろしいですよね。椎根の石屋根倉庫というところにやってきました。高床式の建物で穀物などを保存する倉庫として使われてたようです。柱、梁、垂木とかは木でできてて、屋根だけが本当に石でできてるっていう珍しい建物ですね。石屋根になった理由は、食料などを火災や強風から守るためや、農民たちに瓦葺きが認められなかったという背景もあるそうです。鮎戻自然公園にやってきました。夕日の時間帯なのでめちゃくちゃ綺麗ですね。流れが清流で穏やかなので川遊びにはぴったりですね。夏のシーズンには子どもの遊び場として最適な感じがしますね。あそこにロープもあって飛び込めるようになってますね。いやー、自然を
めちゃくちゃ感じます。なぜか僕以外誰もいないんですけど、いや落ち着くな。対馬の南西端にある筒崎にやってきました。ちょうど今6時頃なんですけど、夕日が最高に綺麗ですね。筒崎のマップですね。これを見ると、現在地ここだからだいぶ先まで来たと思ってたんですけど、まだ先まで行けるみたいですね。近くで見るとこんな感じ。対馬の南西端筒崎にやってきました。夕日がもういい感じに沈んでとてもいいですね。この筒っていうなかなか読みづらい地名ですが、ゴースト・オブ・対馬にも登場しましたね。確かあれが対馬の南西端ですね。対馬の1日目は対馬の南西端筒崎の夕日で終わります。もう今駐車場の目の前がこの景色ですよ。すごい。いや観光巡ったので、伊豆原に戻って夕飯を食べます。こちらは刺身の5種盛り。イサキとタイ、マグロにヒラメ、そしてヒラマサの5種類です。どれも肉厚で新鮮な魚の美味しさを堪能しました。春は対馬のヒラマサが美味しいと聞き、塩焼きもいただきました。これも美味しかったですね。このお店では和食や郷土料理、中華や洋食まで幅広く扱っていて、そのメニューの多さに驚かされました。昼間は人がそんなに多いイメージなかったんですけど、夜はこの飲み屋街を中心に平日ですけど結構人もいっぱいいる印象がありますね。今回僕は対馬の南部で泊まるのがこのゲストハウス島日和さんですね。誰もが使える共有スペースもあります。2段ベッドとシングルベッドがある定員5名の部屋ですが、今回は1人部屋で借りています。素泊まり3500円という安さで、とても清潔で快適なゲストハウスでした。おはようございます。対馬2日目始めていきます。昨日の夕飯を食べたエリアもこの辺りなんですけど、朝になるとまた雰囲気が変わりますね。この川を挟んで飲食店がいっぱい左右にあるっていう感じです。こちらの串揚げ屋さんめちゃくちゃ人気店らしくて、昨日の夜行ってみたんですけど、予約してないとやっぱり入れないみたいだったので、また対馬に来た時は行きたいと思います。このエリアが対馬の南部伊豆原の中心エリアになりますね。今後ろにあるのが対馬の観光案内所で、昨日対馬のお菓子を買ったところです。伊豆原の中心街のちょうど真ん中のところにいるんですが、そこにありますね。でこの道をまっすぐ行くと万松院とかがありますね。ということで今回はここまでとなります。次回は対馬の北部観光していこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。